さて、今度の統率者は何だね。あらかじめ防災マニュアルを配っておいた方がいいかな。必要ない。今回は自然災害ではない。革命だ。嫌な予感しかしないな。アバランチのリーダー、バレット、山を動かす統率者だ。山が動く。もうカードじゃなくて地学の話だな。革命とは、始まれば止められる雪崩のようなもの。いや、ゲーム的には止めないと負けるんだが。止められるものなら止めてみろ。カードの山も人民の山も、動くべき時に動く。デッキ構築を革命に例えるやつは初めて見たな。古い秩序を打ち砕き、新しい力で盤面を覆う。それが雪崩の美学だ。美学というより災害だな。災害とは、理解できぬ革命の別名だ。お前に見せてやろう。バレットの革命を。いいだろう。では聞かせてもらおう。その山崩しの理屈を。では説明しよう。アバランチのリーダー、バレット、赤緑の革命戦士だ。赤と緑か。いかにもお前らしい。彼は農民を武装させ、兵士に変える。真の革命は農村から始まるのだ。装備品に関連する能力か。なるほど。装備品一つが戦場に出るたび、赤の22のレベルを生成する。とはそういうことだ。装備があれば革命が始まる。カード説明を聞いてるはずなんだが。革命とは戦略だ。戦闘が始まれば、レベルが装備を手に取る。装備コストを踏み倒すということか。1回の戦闘で最大一つだ。全員が武装できるわけではない。革命にも準備は必要だ。意外にも理性的だな。しかし、ひとたび準備ができれば人民の波がなだれとかす。バレットはその流れを導く。人民の騎手なのだ。いや、カードの話をしてるはずなんだが。カードも人民も、導くものを失えば動かぬ。言ってることは正しいが、安心できないのが問題だ。安心は停滞を生む。バレットの美学は、崩壊の中の前進だ。うまいこと言ってるようで、やっぱり危険だな。装備品もトークンも宝物も、すべて革命の燃料だ。革命は流れ、形にとらわれては流れを止める。なるほど。止まらぬなだれデッキか。つまり、全員で殴りながら広がるタイプの統率者というわけだな。その理解は一面的に過ぎない。だが、人民は進む。雪崩のごとく、その流れを感じるがいい。革命の流れを止めるためには、基盤がいる。マナこそ、革命を巡らせる哲学だ。血脈という表現は毎回物騒だな。まずは土地の構成だ。合計で31枚になっている。赤が出る土地が20枚。緑が出る土地も20枚だ。緑多めではないんだな。マナ基盤の安定が革命の速度を決める。マナクリーチャーの採用数は少ない構成だ。アーティファクトとランプ呪文を中心に2マナ以下のものを合計で12枚。3マナ以上のものも2枚採用している。意外に手堅い。ただし、序盤の安定性に寄与する2マナ以下のドロー手段が限られている。3ターン目までにドローできるカードは5枚だけだ。では、3ターン目に3マナ以上出せる確率は？マリガン込みの初手では 93% 程度、3ターン目まででは 97% 程度になる計算だ。革命には弾薬がいる。常に供給を続けねばならない。平坦なくして勝利なし。それはお前も理解しているだろう。否定はしないが、革命に巻き込まれるのはごめんだ。安心しろ。供給線はすでに確立している。おい、その言い方が一番怖いんだが。流れを維持する者こそ革命を制する。では、その流れがどう力へ変わるのか。次は兵の話だ。つまり採用クリーチャー紹介というわけだな。では、兵を紹介しよう。革命の力を形にする存在だ。つまりクリーチャー軍のことだな。兵の総数は24枚だ。装備品、宝物、トークン戦術にまたがる採用が特徴だ。とはいえ、まずは人民の武装だ。装備品を唱えれば戦場に新たな兵士、レベルが生まれる。実質クリーチャー枠でもあるというわけか。農民が武装するデッキ、まるで共産主義の模型だな。その通りだ。装備は象徴であり、武装化は意識の覚醒だ。哲学的な装備シナジーだな。兵士は装備を手にし、戦場に立つ。その一撃を成功させ、彼らに宝物を生み出してもらう。つまり攻撃で宝物トークンを作るということだな。戦地での略奪とは戦火の再分配だ。戦うことで経済を回す。それがこの革命の根幹だ。宝物は血の代わりに流れる。そしてその血は再び鋼に変わる。つまりその宝物でまた装備を出すわけだな。その通り。資源は循環し、装備で新たな兵を呼ぶ。生産と武装の連鎖こそ革命の真髄だ。要するにトークンを増やして殴り続けるわけだ。それは概念的な理解だ。実際には人民が自ら武器を生み出す構造だ。それもうデッキじゃなくて国家運営じゃないか。国家とは盤面の延長だ。おいおい、哲学がマナコストより重いぞ。生産、戦闘、再投資、この流れが続く限り
革命は止まらない。その流れを理解すればお前も革命の同志になれる。いや、俺は宝物を溜め込む側でいい。溜め込む者がいる限り革命は終わらん。うっかり会話までループしそうだな。それが循環というものだ。次にその循環がどう力へ変わるかを見せよう。つまりアドバンテージ獲得手段の話だな。革命の流れを維持するためには資源の循環だけでなく知の蓄積がいる。ねえ、今回は哲学じゃなくカードを引く話で頼むぞ。心配するな。理論と実践は表裏一体だ。このデッキのアドバンテージゲームは2つの系統に分かれる。気候じゃないか。1つは持続的な知、すなわち毎ターン資源を生み続ける構造だ。このデッキでは忘却の偶像が代表格だ。トークン戦術との相性もいいな。戦場にある限り戦果が得られるたびに我々は新たな知を得る。革命において教育は武装よりも強い。カードを引く話をしているんだよな。もちろんだ。だが知識が尽きれば戦略も枯れる。持続的な知は革命を絶やさぬための源泉だ。だが持続だけでは革命は完成せぬ。時には爆発が必要だ。出たな、危険な言葉。人民の数か力を結集し一度に多くを得る。それが革命を次の段階へ導く。例えば不死の典型。その瞬間思想が先行となり全てを照らす。持続と爆発、この2つが揃って初めて革命は完成する。随分きれいにまとめたな。革命もデッキも流れが肝心だ。資源が巡り血が積もり意志があふれる。それが勝利への道だ。で、次はその勝利の話ってわけか。そうとも流れの果てにある革命の完成形を見せよう。では革命の完成形を語ろう。ついに来たか。つまり勝ち筋の話だな。勝利への道は2本。革命には常に選択がある。一つは精鋭の革命、力による突破だ。やっぱり殴るのか。だがただの暴力ではない。強力な装備を一人に集中させ秩序を破壊して突き進む。選ばれた兵が突破口を開く。それが革命の槍だ。なるほど、一点突破というやつだな。全体除去を使い装備した兵だけを残してもある。戦場を一度リセットし残った者が新しい秩序を築く。革命というより粛清に聞こえるが、秩序の再構築に犠牲はつきものだ。怖いことを当然のように言うな。そしてもう一つは大衆の革命。人民が一斉に武器を手にする。数の力による勝利だ。つまり宝物を装備に変えて大軍を作る戦略だな。資源があればそれは武器になる。宝物を鋼に変え鋼を兵に変え兵がさらに資源を生む。おいおい、永久期間じゃないか。革命とは動き続ける永久期間だ。確かに止まらなければ勝てる理屈だな。この連鎖が極まれば盤面を雪崩のように覆い尽くす。もはや暴走だな。暴走ではない、進化だ。この力を集団の力に変える。それが革命の本質だ。お前の進化は他人から見たら大体災害だ。いずれにしても残るのは流れと結果だけだ。つまり盤面が埋まって相手が消える。革命の最終形だな。まあ勝ちは勝ちだな。勝利こそ思想の証明だ。思想も物理で押し通すのか。恐れ入る。物理は真実に最も近い思想だ。革命が完成した時それはもはや思想ではなく事実そのものだ。その事実に欠点はないのか。もちろんある。革命の流れを止める要因を見極めねばならん。つまり次は欠点と対策の話だな。革命に永遠の安定はない。どんな理想にも必ず揺らぎがある。お、ようやく自覚したか。まず1点目、このデッキは押し付ける構造だ。自分の流れを最大化する代わりに相手の流れを止める術が乏しい。つまり殴ることは得意でも妨害は苦手ってわけだな。その通りだ。革命は進むことに全てをかけている。止まることを想定していない。それ国家運営でも失敗するパターンだぞ。我々には流れを制御する弾圧手段が少ないゆえに限られた妨害を的確に使うしかない。なるほど、統制経済ならぬ統制妨害ってやつだな。次に2点目、革命の流れは大きいが構造は脆い。大ぶりなカードが多く連鎖が途切れれば一気に崩れる。つまり山が崩れる前に手札が崩壊すると。連鎖を続けるには装備品の中で手札を整える必要がある。一部の装備品は手札を入れ替えたりドローしたりする機能を持つ。兵器の中に経理部を作るってわけか。革命とは戦いながら管理することだ。この対策で安定性はある程度補えるがそれでも完璧にはならない。革命は常に不安定だ。珍しく素直だな。揺らぎを恐れるなチャーチル。流れが揺れてもそれこそが革命の呼吸だ。なるほど、自己も思想で正当化するのか。革命とは止まらぬ失態の連続だ。それを恐れぬ者だけが前に進める。理想の山を登るには崩れる雪を踏み越えるしかない。おいおい、
また山を動かす気か。山は動かすためにある。やれやれ、また雪崩が始まりそうだな。以上がバレットが導く革命の内容だ。装備から始まる循環か。で、革命の山を動かした結果、世界はどうなった？世界は変わらぬ。だが人は変わる。また名言みたいなことを。革命とは世界を変えることではない。人の心に動くことを教えることだ。哲学的だな。だが現実には山ほど瓦礫が残る。瓦礫もまた次の山を築く土になる。革命とは流れだ。止まれば死に、続けば形を変える。結局また別の誰かが同じことを始めるんだろうな。それでいい。思想は引き継がれるものだ。確かに装備品が残って別のレベルが無双していたな。懲りぬ者こそ前へ進める。考えるな。感じろ。革命の流れを。ほんと、お前は恐ろしい男だ。恐れは力だ。チャーチル。恐れがある限り人は止まらない。